こんにちは。こんにちは。丸川あんちゃんの旦那です。で今日は初めてカメラにおっぱが出てる丸川あんちゃんのあんちゃんです今日は私たちのチャンネルで初めての自己紹介をやっていこうかなと思います。どうやって質問をね出すかっていうと、こんな感じでくじを作ってきたので、それで一個一個ね引いて質問入ってるから、ここでくじで質問に答えていきます。どっちから引く？じゃあじゃんけんしよう。いいよ。最初はグーじゃんけんぽい。あいこでしょ。じゃあおっぱから。シャカシャカシャカ。はい。いきます。1個目なんだろう。 화났을 때 상대방이 어떻게 달래줘요? 이미 아깝다. 私の機嫌が治るように笑ってくれたり、雰囲気をちょっと楽しくするようにするよね。なんか笑顔で。本当？そう。처음 사랑한다고 말한 건 누구? それはおっぱですよねおっぱっていうか、なんか私が言わせたみたいな。なんかおっぱが結構恥ずかしがりで、あんまり自分の感情とか言わないから、思ってること、私がどうなのって言ったら言ったみたいな、言わせたはい、お互いを何これ魅力的に感じるときは、魅力的、あんちゃんが私に口言ってくれてこうしてほしいこうしてほしいってなんか可愛く言うときそこが魅力的。嘘、可愛いなと思ってるよね。意外。私はおっぱがなんかいろいろ任せてってしてくれるとき、何でも言ってとか任せてって、無理しないでって頼ってってしてくれる時が魅力的。本当にじゃらじゃらじゃらん。じゃあこれ、ちっちゃ싸우면 어떻게 불러요? 맞다? だいたい私たちは喧嘩してあんま長く喧嘩することはないかな。1時間とか2時間とかだけど、私がだいたい怒っておっぱが怒ることはあんまないから、私が怒ったらおっぱがごめんねとか機嫌取ってくれて、それで私もまあいっかって感じで終わるじゃあこれ、2人が付き合うことでお互いの両親の反応は、うちはおーって感じ。国が違うからとか反対とか全くなく、むしろおっぱのことすごくいい人だねってしてウェルカム。はい。それでテレーン、デートプランは誰が決める？私がだいたい行きたいとこを言って、それに合わせておっぱが計画してくれる感じ。私が周りにとか調べたり、韓国にいるときは私、日本にいるときはあんちゃん。今までそう感じだったじゃん。そうかも。가장인상깊었던여행지は、私はチェジュ島。やっぱりチェジュ島かな。チェジュ島に2年前にすごく1週間くらい長く行って、チェジュ島の全部をぐるって回ったじゃん、車で。あれがめっちゃ楽しかった。よかったね。おっぱとの旅行で一番記憶に残ってることじゃあ次、私じゃららららん。じゃあこれは、相手がしてくれて一番感動したことは、難しい、いっぱいあるから結婚式した時におっぱが泣いちゃってたのは感動した。私がおっぱがまだ私が入場してないのに、パパと入場してくるじゃん。その前におっぱが先に入ってなんか感動して泣いちゃってたのは私も感動した。결혼을 결심한 순간이 언제예요? 付き合ってすぐかな。人としてちゃんと一人で家事やったりとか、ダラダラしてない人だったし、家事も一人で全部やるよっていう感じで一緒にやれる人だったから、私真面目だから、人生何があってもこの人なら生活するかなって思って、人間的にいいなって思ってすぐ決めた私が言いたいことは、見た瞬間結婚考えて、嬉しい。
付き合ったから結婚したかったし、で考えて結婚考えて付き合った。もう年だったしね。年ではないよそんな。 프로포즈는 어떻게 했어요? 이벤트的に車を借りて大きいお花とか先に準備してトランクにライトをつけといて、私がそこに座ってって切ってって言われるようにして、ポーンってしてなんかプロポーズしたよね。お花、バラの花ね。そう。서로의 가족과 처음 만났을 때 어땠어요? すごく兄弟があってこういう家で住んだったとか、あんちゃんこういう家族で住んできたとか思ってこういう育てとかしたんだとか、人らしいねとか思った。兄弟あって楽しそうだねって思った。お互いの性格で好きなところはちゃんとあんちゃんは計画したりね。意外に私がなんかいない時とかにいろいろ未来に関して計画してるから、家族として安定するっていうか真面目な性格が好き。ありがとう。私はおっぱは落ち着いてるところ、静かなところが好き。私が結構たくさんおしゃべりしたいし、自分の話たくさんしたいから静かに聞いてくれるところでも大事な時はちゃんと意見言ってくれるから、そこがすごくいい。같이 하는 취미가 있어요. コーヒーとかお茶ゆっくりするぐらいかな。旅行とかね、プラプラゆっくりするのが趣味かどうかわかんないけど、お互い好きなことじゃない？特にスポーツとかないよね。お互いの国の食べ物で苦手なものは、私はスンデが苦手で、韓国料理あんまり苦手なのないけど、スンデだけはちょっと食べれない。スンデグとかスンデが入ってる。スンデ系ね。ちょっと苦手。おっぱは？私は梅干しおにぎりに入っている、それがちょっと苦手だね。まだ酸っぱいよね急に。梅干しサワーとか美味しく飲めるけど、下に沈んでるのが急にパッて入ったらめっちゃ苦手ってくる。배우자의 나라 음식 중 제일 좋아하는 거. 삼계탕 とかも好きだし、김밥 とかも好きだし、冷麺も好きだし、辛くないのが好き。10年後はどこで何をしてると思う？落ち着いてるところで作業とかやりながら落ち着いてる生活していったり、犬も持っていて家族で遊んだり、幸せ的なゆっくりの人生を過ごすと思います。새로 말 배우면서 제일 웃겼던 실수. 日本語合ってるけどちょっと面白いのが多い。出口のことお出口って言ったりとか丁寧だから合ってるんだけど、ちょっと面白いのが多い。あんちゃんは発音とかできないことが多いから面白いけど可愛いなと思った。なんか아플 때 상대방이 어떻게 챙겨줬어요? 韓国で体調崩した時とか、寝てる時も夜汗拭いてくれたりとかしてくれたり、私が酔っ払ってもう無理ってなってる時も私のこと運んでくれて、メイク落としとかまでしてくれたりとか、結構そこまでしてくれるんだって思うことが多い。めちゃめちゃいろいろしてくれる。これからどうやって住みたい？ゆっくり住みたいです。落ち着いて都市じゃなくてちょっとゆっくりできる場所で住みたいです。はい。で一旦うちらは質問コーナーしたんですけど、大事な質問が出てこなかったよね。どうやって出会ったかとかまとめて話をしてみましょう。うちらは最近多いかもしれないんだけど、ハロートークっていうアプリで一番初めは知り合ったんね。で私が大学生の時に韓国語を大学で勉強してたから、それで留学をしたいなって思ってて、で韓国に留学することが決まったから、じゃあ留学する前にいろいろ韓国のことをもっと知っておこうって思って、ハロートークで友達探そうかなって思って始めて、今日始めましたって、友達作りたいですって、留学する予定ですみたいな言ったら、おっぱから連絡来たおっぱが日本に留学してたから、日本語結構喋れたから、自分日本語喋れますってすごいアピールしたよね。アピールして、でそれでじゃあ電話してみようってなって、そこから仲良くなってね。そうで本格的に付き合ったのは、その留学の後に私がもう一回やっぱり韓国住みたいかなっておっぱに相談して、その時におっぱがいろいろ韓国での生活助けるねって言ってくれて、実際本当に住むことになって、でそこから付き合ったよね。
1年ぐらい付き合って結婚したよね。結婚し、付き合った期間短いよね。1年もないんじゃない？日本に住む計画をして今は日本で定住する準備しているね。日本でいるけどね、ちょっとあんちゃんの両親にお世話にしてもらって、今はここ静岡だけど住民票出たりしたら仕事探すことできるから、その間にちょっとお世話にしてもらったり、ちょっとスローライフをしている状態で、赤ちゃんもいるしさ、赤ちゃんは7月に生まれる予定で、韓国には私は丸々3年間住みました。初めは留学で韓国の大学に行って、その後にワーホリで留学して、でオッパと結婚して、結婚ビザで住んで、で3年間くらい2人で韓国で住んだよね。そうで、赤ちゃんができたら将来は日本に住もうって結婚する前から決めてたから、今回赤ちゃんができて日本に2人で引っ越してきたっていうことです。そうです。答えしたいことある？今までのコンテンツは結構韓国での生活コンテンツが多かったよね。ずっと韓国にいたから。で今回からうちらの第2章ということで日本生活が始まります。でオッパの日本の配偶者ビザも出たし、在留カードとかまたいろんなカードもね、またすぐ届くので、それまでうちらもこれからの人生どうしようっていろいろ考えしながらスローライフしています。じゃあこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。